こんにちは、気象です。今回は富士山に行ってきました。富士山っていうのは綺麗な山ですよね。で、当然エネルギーっていうのもすごい大きいものを持ってまして、そこの富士山がじゃあ噴火したら一体どうなってしまうのか、そんな話もちょっとささやかれていますので、今回はそのエネルギー状態を見に、かつその富士山を治めるために建てられている浅間神社さんたち、そちらを巡っていきました。この神社はすごく気持ちいいですよね。富士山のところで自然もこんだけあってすごい大事にされてるなという感じがすごくします。神様の状態もすごくいいですし、あんまり払う必要性がないといえばない神社かなという気がします。すごくいいですね。富士講の人たちが富士山を登る入り口のところにある神社です。で、そこをお参りさせていただいたときに、浅間神社っていうのは、この花咲姫さんが主に主神として祀られている神社なんですけども、特にその神社は、この花咲姫様よりも、そのお父さんである大山積の御事さんのエネルギーをすごく感じたんですね。で、なんでその神社で大山積さんのエネルギーをすごく感じたのかっていうところをすごく疑問に思いまして、おそらく自然との関わりをすごく大事にされている神社だと思うので、そうすると大山積の御事様のエネルギーの方が強くなるんですよね。ただ、それがいい悪いではなくて、大山積の御事様のエネルギーがすごくいい状態というのは、山にとっては当然いいエネルギーになっているということなので、富士山の鎮魂のエネルギーにすごく役立ってるんではないかなと思います。そこでいたの男の神様なんだけど。誰？多分大山積の山の神様だと思う。この花咲姫のお父さん。お父さん。今回行った、北口本宮浅間神社さんなんですが、大和武の御事とものすごく関係の深い神社さんとなっております。で、大和武がなんであそこの神社に寄ったのかというか、そもそもその時は神社はなかったんですけども、大和武が富士山を擁拝しながら東の方へ攻め入るんですよね。で、そこで勝つために富士山にものすごい祈願をしました。で、富士山っていうのは通りエネルギーのある山なので、そのエネルギーがある存在に対して祈願をするっていうのは、当時の流行りというか流れだったんでしょうね。ここで祈願したエネルギーは残ってる。大和武さんが。じゃあ本当に来たんだね。そう、なんか膝ついて祈願してる。どこで？こういう感じで。あ、そう。その時大和武さん自身が神社を作ったわけではないんですが、後年そこの大和武がそこにいたっていうことと、あと富士山の神様を祀るということで、その2つを合わせて北口本宮浅間神社というものが建てられました。で、実際今回、そこの神社に行ってみて思ったのは、主催神のこの花咲姫さんとニニギの御事さんと大山積の御事さん、三神祀られてるんですけども、一番エネルギーを多く感じたのは大山積の御事さんでした。で、大山積の御事さんというのは山の神様なんですよね。すべての山の神様で、この花咲姫のお父さんとなっておりますので、エネルギーもすごいある方ですし、山々を統括している方なので、そういう方をしっかり祭り上げるということは、富士山そのもののエネルギーをしっかり保つということにつながっていると僕は感じました。富士山大神宮に行きました。はい。一なる神を祀ってある神社ということで来ましたが、結構なエネルギーで、ちょっと
感じたことないエネルギーなので、右回りと左回りの渦がぐるぐると回ってる感じです。こうですよね、基本的に。こっちの渦とこういう渦、逆でもいいんですけど、なんかそれのこう集まりで、これって右回りのエネルギーと左回りのエネルギーが合わさることで初めて物質化するんですよ、世界って。日本全土、ひいては全世界にこうエネルギーをもたらす山っていうのはそうそうなくて、富士山っていうのはそういう役目があるんだと思うんですよね。女性は水の気が多いので右側を歩く、男性は左を歩け、女性は右を歩けですね。ちなみにこれね、古神道の考え方だと逆のパターンがあって、実は火が足りてる手で左手なんですよ。ああ、なるほど。はい。で、水の木の手で右手なんです。ああ、なるほど。はい右手と左手と右手なんですよ。で、神様にお願いするときにこうやって手を合わすじゃないですか。その時にちょっとスッて右手を下に引くのが基本なんですね。はいはい。で、それは左が天で火のエネルギーでいいんで、右の手は地で水のエネルギーなんで、これを天地は使って出してると。女性は水の気が多いので下なんですけど、上下じゃないんですよね。両方とも合わせてのこう真なる一なので、どっちがすごいとかどっちが悪いとかそういう考え方ではないです。陰と陽は両方存在しないといけないので、どちらかというとこの陰のエネルギーが大事です。陰のエネルギーが不足すると物って生め出せないんですよ。陽って動くエネルギーなんですけど、陰はどっちかというと溜まる、とどめるっていうエネルギーじゃないですか。けどね、お腹の赤ちゃんとどまって育ついますよね。だから陰のエネルギーがないと絶対に子供って育たないので、だから女性ってすごいんですよね。でもここの神社の習って男性は左側を、女性は右側を歩きましょう。はい。そう、あそこの三柱鳥居っていうのはそこの大神宮さんで扱ってるのは一なる神様なんですけども、全世界というか全宇宙か。全宇宙の中で神って言われてるのはそこの一人だけ。そういうのを祀られてる神様です。これは強烈だな。三柱鳥居は素材がおそらく藁、中はもしかしたら木が入ってるかもしれないんですけども、藁でできていて、で藁って一番こう身近なもので言うと、しめ縄ですよね。そのしめ縄って2種類の藁をこうぎゅうぎゅうに巻いて作ってあるんです。で、そのぎゅうぎゅうに巻いてるっていう意味は、陰と陽のエネルギーで、圧をかけることによって、神のエネルギーを再現してるんですね。で、その藁を3本立てる。ということで、二柱の神様の意味と、三柱さんの神の意味。で、その2つをこう合わさった場所になっているので、ものすごくこう宇宙からエネルギーを下ろしやすい構造になっている。それが柱の意味だと思います。ご祭神は元佐始まりの狼様と言いまして、宇宙開闢の時にこう出てきた神様だと考えられています。地球だとか宇宙だとか全部エネルギーでできてるんですけども、じゃあそのエネルギーの発信地って誰よと思いません？ね、エネルギーをもうボーンってただひたすら出し続けてる。それがこの一なる神です。元佐始まり狼様。そこをご祭神にしている神社です。さっきの回転の方は内側に入ってくる感じ。こっちが外側に発散する感じ。あ、そうなんですか。逆ですね。なんか、この一緒触ってみましょうか。どんなエネルギー感じますか？これ火でしょ。じゃあ反対側も行ってみましょう。水。あったかい。火と水で神なんですよ。で、こちらの神社では天孫降臨の地がどうも富士山だったんではないかと考えておりまして、こう宇宙からエネルギーが初めてドーンと降りてきた場所が、要は富士山であるというふうに考えて神社を建てられていると
そういう話でございます。天孫降臨の地っていうのは九州の高千穂と言われてますよね。そういう説も確かにあって、高千穂地方にね、剣がドカンって天孫降臨の剣が刺さってるぐらいなので、何かあったであろうことは事実だとは思うんですが、実際の天孫降臨の地っていうのは富士山であったと、そういうふうにも言われて建てられてる神社です。で、その時飛山神宮の方ですね、に訪れた時に、ずっとエネルギー感を見てましたら、過去の映像を見せられまして、そこの映像というのが、なんて言えばいいのかな、もう火のエネルギーを模倣した建物がすごくずらっと並ぶと。で、その奥に城的なものがある、王朝的なものが見えたんですね。おそらくそれが藤王朝の当時住んでた姿だったんではないかと思います。もう本当に火のエネルギーがすごくて、とにかく火を祀るエネルギーを感じたんですよね。お祭りなんかでもすごく火を祀るエネルギーを火を祀る、とにかく動きまくるような祭りをやってるような姿っていうのも同時に見えましたし、その名残がどうも今富士山の方にある火祭り、そっちの方に引き継いでるんじゃないかなと考えてます。富士山の間にある浅間神社というのは、富士山の噴火を鎮めるために基本的にはあります。富士山っていうのはもうでっかい流脈の真ん中にそびえ立つ山なので、とにかくパワーが強いです。パワーが強いということは、いつ噴火してもおかしくない。で、噴火をしたら、当然周りの人は困るわけです。だから噴火をしないように沈めながら、富士山の大きなエネルギーをみんなで享受をしたい。そういう目的で神社たちが建てられたと。それをみんなで祈願、お参りをするじゃないですか。大きいエネルギーのところでお願いをすると、お願い事っていうのは叶いやすくはなるんですが、人の祈りっていうのが流脈とか、その神社とかに左右をすると、そこの部分にエネルギーを送ることにもなります。で、その送ったエネルギーで富士山のエネルギーっていうのは沈下されるんですよね。なので、人の祈りと神社の存在と山っていうのが、三位一体で共存してる、そういった地域。それこそ20年ぐらい前から結構噴火結構来てるんですよ。エネルギーとしては。結構上の方までマグマが来てるなっていう感覚はすごくあって、正直人が何かをやらかしたら一気に噴火してもおかしくないところになってるような感じはします。なので、これからの、僕も含めて皆さんの生き方、皆さんの祈り方次第でそこの部分っていうのは留めておいて、ずっと富士山のエネルギーを享受できる形にはできるとは思うんですけども、誰かのため、人のため、地球のため、富士山のため、できることっていうのは皆さんいっぱいあると思います。で、そこの部分を一つ一つ個人個人がやっていくことが富士山の平穏につながるんじゃないかなと、そういうふうに考えています。